皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢関連のニュースを取り扱っていきます。今回取り上げる主な話題の一つの中には、ロシアにおいて今世紀最大の増税といったニュースが入っています。戦争が長期化することにより、ロシアはより多くの戦費を調達したい状態にあることがわかるニュースです。そして、普段では地上波のニュース報道においては、こうしたウクライナ関連のニュースはどんどんと取り扱いが小さくなっているのですが、今回はそうした地上波でも報道された内容が入っています。それは首都キーウにある小児病院に対してロシア軍のミサイル攻撃が行われたのです。こうしたあからさまな戦争犯罪について見逃しがちになるわけですが、ロシアの蛮行が繰り返されていることそれ自体を忘れてはいけません。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ロシア、今世紀最大の増税、所得税一律 13% から累進課税の導入、最大 22% まで上昇。2、ロシア軍の小児病棟ミサイル攻撃、病院への攻撃は2022年2月の本格的な侵攻以来、WHO が計測したところによると、1682回行われているそうです。3、ウクライナ軍のドローン遠距離攻撃、ロシアの石油備蓄タンクが大炎上しました。ロシアの下院は、ロシア国民にとって21世紀最大の増税を承認した。国会員という言葉がこの記事の中では出てきますが、これはロシアの下院にあたるものです。ロシアにおいては、プーチン政権に反対する強力な野党といったものは存在しませんから、下院で承認されたものは、自動的に上院でも採択され、大統領が署名する流れとなります。タス通信によると、国会員は個人の所得税に累進課税制度を導入する法案を採択した。ロシアでは2001年以来、個人所得税が 13% の一律税率となっており、2021年からは500万ルーブルを超える所得に対して 15% の税率が導入されたため、今回の増税は21世紀最大となる。なお、ルーブルの円換算については全くしません。現在ルーブルについてはアメリカのドルやユーロとの交換レートについてはかなり不安定なものとなっていて、実質的な価値については流動的すぎてあまり参考にならないからです。国会議が採択した法案によると、収入20万ルーブルのロシア人の税率は 13% から 15% に引き上げられる。500万ルーブルから2000万ルーブルの収入のある人には最大 18%、2000万ルーブルから5000万ルーブルの収入であれば 20% まで、年間5000万ルーブルを超える収入の場合、最大 22% が課せられる。これらの変更は特別軍事作戦の参加者を除く全ての人に影響を与えます。この一文はおそらく軍人として参加している人に関しては租税の対象外とし、兵士募集の一つの特典とするのでしょう。財務省によると2025年には個人所得税の引き上げにより5330億ルーブルを受け取り、2030年までに3兆1000億ルーブルに達すると発表した。ブルームバーグのロシア担当エコノミストは、増税はプーチン大統領のウクライナ戦争の資金調達に役立つと指摘した。今年の連邦予算は防衛費として記録的な10兆8000億ルーブルを支出する予定で、国庫の軍事支出の割合はほぼ 30%。これはソ連時代以来前例のないものになるだろう。ロシアは資源大国ですといった話はこれまでも何度か行ってきました。エネルギー資源、鉱物資源、そして穀物類などについても輸出することが大きな収入をロシアにもたらしてきました。そのような資源国においては、個人からちまちまと税金を集めるよりも、そうした莫大な収入を生み出す輸出品目から税金を取った方が効率的に巨大なお金を手に入れることができます。しかし、現在はそのような状況とは全く異なっています。価格の上限規制なども働いていますし、そもそも売り先を失ってなかなか売り上げを伸ばすことができず、天然ガスに至っては世界最大のガス会社であるガスプロムが赤字に陥っています。そしてプーチン大統領にとっては全く目論見違いのウクライナとの戦いは長期化しており、お金はあればあっただけいいというような状況になっています。だからこそこれまではさして税金をかけてこなかった個人に対しても大増税をするという発表を行ったわけです。一律 13% から累進課税最大で 22%。もちろん収入として上位の人たちに対しての 22% ですから、国民の多くの人たちはこの最大の課税については直面することはないでしょう。しかし現在のロシアにおいては人手不足を原因として
賃金の上昇といったものも一応は起こっているのですから、累進課税の導入に伴って増税の受け目に遭う人は結構いることでしょう。しかし、そのような国民の苦しみについては、あまり考慮しないでいいと今のプーチン大統領は考えているかもしれません。というのも、戦争反対といったことを言えば、それ自体を罪として刑務所送りにする、そのような密告制度についても現在では機能していますし、戦況についてもロシアにとって都合の悪い内容について情報発信をすると、それもまた国家反逆罪のような非常に重罪として扱うような体制が整いつつあります。そもそも前線においては兵士の命を非常に軽視した人海戦術が取られており、そのような命を軽く扱うような体制において税金を上げることによる反感など命を失うことなどに比べればはるかになんてことないものだろうとプーチン大統領は考えているかもしれません。あとはロシアの国民がこのような状況をどれだけ黙って受け入れてしまうかです。受け入れ続けるというのであれば、それは侵略戦争の支持を示すようなものであり、苦しいのは自業自得だと言えるでしょう。次に2番と3番の話題を一度に進めていきます。ロシア軍の小児病棟ミサイル攻撃。この話題については地上波の放送でも流されていました。というのも、首都キーウの大きな小児病院に対する攻撃で建物がかなりダメージを受けていることから世界各地で大きく報じられているのです。しかし、こうした病院施設などに対するロシア軍の攻撃は WHO が数えたところによると1682回と日常化しており、大きな病院でなければほとんどの場合は報じられることもなく、医療関係者やそこにいる患者の人たちが殺害されています。キーウの小児病院にミサイル、全土で41人死亡、ロシアが大規模攻撃。ウクライナで8日、首都キーウなど各地でロシアのミサイル攻撃があり、全土で少なくとも41人が死亡した。キーウでは小児病院が大きな被害を受け、戦争犯罪に当たるとの非難も出ている。内務省によると、中部プリブリプ、中部ドニプロ、東部の2都市も被害を受けた。ゼレンスキー大統領は、キーウの小児病院や産科病院のほか、保育所やビジネス施設、住宅など100棟以上の建物に被害が出たと投稿した。政府は、侵攻開始以降で最悪の空爆の一つだとし、9日を含もの日とした。空軍は飛来したミサイル38発のうち30発を撃墜したとしている。ロイターが入手した動画には、小児病院に向かってミサイルが落下し、その後大きな爆発が起こる様子が映っている。ウクライナ保安庁はこのミサイルを KH-101 巡航ミサイルと特定した。ロシア国防省はこの日の攻撃について、ウクライナの防衛産業施設や航空基地などを攻撃したと発表した。ロシア国防省が自分たちの攻撃だとはっきりと言った後で、しかし世界の反応としてこれを非難する声が上がったことから、ロシア国防省はいやいや攻撃はウクライナ軍の迎撃ミサイルによるものだとして自分たちの攻撃ではないと責任逃れへと姿勢を転じています。しかし、このようなロシア側の言い逃れといったものはすでに検証で嘘だとバレています。というのも、映像の中で小児病院を襲ったミサイルについてははっきり捉えられており、これがロシア軍の持っているミサイルだとはっきりと分かったのです。なお、ロシアの発表した迎撃ミサイルだといった話をあったわけですが、それとはまた特徴が全く異なっていたのです。主翼、尾翼、そしてエンジンの出っ張りといったものがロシア軍の巡航ミサイルの特徴なのですが、ロシアが迎撃ミサイルだといったミサイルについてはそのような突起部分がそもそもないのです。完全に姿形が一致しているロシア軍のミサイルであることは明白です。ロシア軍が医療施設のような民間人を積極的に狙っているには理由があります。このような戦争犯罪を繰り返しても、それを繰り返すことによって一つ一つの罪をむしろ衝撃度として下げさせてしまうという効果があります。あまりにも凶悪犯罪が日常化すると一件一件についてはもはや関心を払わなくなってしまうような、いわゆる感覚の麻痺を起こしてしまうといったことがあるのです。実際今の報道といったものはそのような状態に陥っています。そしてもう一つの問題が、戦争犯罪といったものをいくら繰り返したところでそれに基づいて裁かれることはないだろうとロシア側は全く国際法を守る気がないからです。そもそも現在の戦争はロシア軍がウクライナ領
領に侵攻して、これに対してウクライナが自衛戦争を戦っているという状態です。ウクライナ軍の最終的な目標は、自国領にいるロシア軍を打ち払うことであり、決して彼らの目標は、ロシアの首都モスクワに進撃することではありません。つまり、どんなにウクライナ軍がうまく戦いを進めていったとしても、プーチン大統領に無条件降伏を迫るといったことはありません。つまり戦争犯罪者として裁かれる未来は、プーチン大統領のシナリオの中には存在しないのです。自分が裁かれるのではないと考えれば、何をやっても良いと考えるのが彼の考え方というわけです。そして、病院などを襲う理由というのは、それによって助かる人を一人でも減らし、ウクライナ国民の士気をくじくといった目的もあります。現実問題として、多くの国民が苦しめば苦しむほど、本来であれば攻撃してくるロシアに対する反感といったものが高まるわけですが、戦争が長期化すればそれだけでは済みません。ウクライナの国民の不満といったものがゼレンスキー大統領に向かえば国内の分断が進みますし、そうなれば軍の結束といったものも当然乱れます。そのようなことにならないように、ゼレンスキー大統領は都市防空網に力を注がなければなりません。最前線に戦力を集中することを防ぐという意味でも、ロシア側は戦争犯罪を積極的に自分たちの戦術の一つとして採用しているのです。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領はこのようなロシア軍の攻撃に対して必ずお返しをすると声明を出しています。ただしそれはロシア軍と同様の戦争犯罪をもってお返しをしようというわけではありません。ウクライナ軍がお返しをするのはあくまでも自衛戦争に定められた戦争犯罪にならない範囲、ロシアの戦略資源に対する攻撃です。今回冒頭で取り上げたロシアの大増税といったものは、ロシアの収入が傷ついている分、それを補うし、またもっともっとお金を得て戦争に邁進するための資金調達です。ですから、ウクライナとしてはそのような資金を得る活動そのものを妨害することが、ロシアの戦争遂行能力を削ることへとつながります。また、戦略資源である石油関連施設を積極的に狙うのはまた一つ理由があって、ロシアの方には今回登場してきたような巡航ミサイルがありますが、ウクライナ軍の方には巡航ミサイルは供与されているものの中では長射程ですが、実際の分類上においては射程距離の短いミサイルにしか過ぎないのです。しかもそのような射程の短いミサイルですら、ロシア本国領に使うことに関して規制をかけ続けています。本来であれば、ロシアの軍需工場などに対してのミサイル攻撃などもできることならしたいでしょう。しかし、現在ウクライナ軍が使用している射程距離の長い大型ドローンは残念ながら多くの火薬を搭載できるわけではありません。その威力からして石油備蓄タンクや石油の生成施設を狙うというのは破壊力に見合った目標選定なのです。ロシア軍の病院施設などに対する日常的な攻撃を問題視するのであれば、アメリカはせめて自国の供与したミサイルの使用方法についてもっと規制を緩和すべきでしょう。また、このような戦争犯罪が繰り返されていることを念頭に置けば、日本ももっと対空ミサイルのような防衛用の兵器について供与を検討すべきです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。このチャンネルでは日本や世界の様々なニュースについての解説を行っています。ぜひとも情報の更新に役立てていってください。それでは動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたのコメント、また動画に満足できた方や役に立ったなと思われる方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。